今からルームツアーを始めます。延べ床面積29坪、3LDK のお家に夫婦2人で住んでいます。お家のお気に入りポイントは、窓から見える木々の様子と、開放感のある吹き抜けのリビングです。床は多くの木床で、温かみのある空間になっています。よければ、最後まで見ていただけると嬉しいです。まずは、玄関をご紹介します。玄関土間とホールを合わせて4畳ほどの広さです。玄関土間はモルタル仕上げで、無機質な雰囲気がお気に入りです。入って右側に楽天で購入した全身鏡を置いています。靴箱は牢屋のものを使用しています。以前住んでいたアパートで使っていたものなのですが、お気に入りの靴箱なのでシューズクロークは作らずにこちらの靴箱を使用しています。靴箱の上には室内窓を作ってもらいました。 LDK が見えてお気に入りです。正面に階段下収納を作っていただきました。 1.5 畳ほどの空間で大きな荷物等を収納しています。次に洗面所をご紹介します。玄関ホールのすぐ隣に洗面所を作ってもらいました。帰ってすぐ手洗いができるので便利です。来客の方にも使いやすいよう脱衣所と分けた空間にしています。造作の洗面所でカウンター面材は愛華工業、シンクは TOTO の病院用シンクを採用しました。とても大きいので使い勝手がいいです。水洗部分の壁付加地にはタイルを貼り、レトロな雰囲気に仕上げてもらっています。スキンケア用品は壁の埋め込み棚に収納しています。その他の収納は洗面台下に収納しています。ランタンボックスは無印良品のものを使っています。続いてトイレをご紹介します。洗面所の隣なのでトイレ内手洗いを割愛しています。グレーのクロスとペンダントライトで落ち着く空間にしています。トイレはパナソニックのアラウーノを採用しました。スティックリモコンとペーパーホルダーも黒にしています。トイレのポイントは背面に収納を作ったところです。見えにくい収納でお気に入りです。次に脱衣所をご紹介します。脱衣所は洗面所と分け、独立した空間にしました。2畳の空間にドラム式洗濯機と収納棚を置いています。棚には無印良品のボックスを置いて、タオルや日常的に使う服を収納しています。洗濯機はパナソニックのキューブルです。洗濯機はドラム式乾燥機で基本的に乾燥させていますが、室内干しもできるようアイアンバーも取り付けています。次にお風呂をご紹介します。お風呂は TOTO のサザナを採用しました。ほっからり床のモザイクタイル調に一目惚れして TOTO のお風呂に決めました。アクセントクロスはアテリアルアロマグリーンで爽やかな雰囲気にしています。お風呂の特徴は何といってもこの眺めです。ピクチャーウィンドウを作り、借景の眺めを楽しんでいます。続いてキッチンをご紹介します。広さは5畳で、キッチンはタカラスタンダードのオフェリアを採用しました。キッチンからも木々の借景を楽しめます。キッチンには腰壁を作っており、スパイスニッチとコンセントを取り付けました。コンロ下収納にニトリのボールスタンドを使ってフライパンや鍋類を収納しています。カップボードには炊飯器やコーヒー豆などを置いています。
炊飯器は象印のスタンで、ケトルは楽天で購入したものです。窓にはコーヒーミルなどを飾っています。コップやお皿はカップボードにすべて収納しています。大きなお皿はニトリのプレートスタンドに立てて収納しています。カップボードの隣には幅80センチほどの収納スペースがあります。ナフコで購入した収納ボックスを使ってキッチン用品を収納しています。こちらのゴミ箱は無印良品で購入しました。キャスターが付けられるのでとても使いやすいです。次にダイニングをご紹介します。ダイニングはキッチンの腰壁を挟んだ位置にあります。ペンダントライトは IKEA のネーブリンゲというもので、値段が1990円でコスパが良くとてもお気に入りです。ダイニングテーブルと椅子のセットはクリーマで5万円ほどで購入しました。お鍋やしゃぶしゃぶが大好きなので、対面キッチンの腰壁にはコンセントをつけてもらいました。1階のスイッチやコンセントはジンボを採用しました。シンプルなデザインでお気に入りです。ダイニングの後ろには無印良品のスタッキングシェルフを置いて、日用品をこちらに収納しています。収納ケースも無印良品で揃えています。次にリビングをご紹介します。広さは LDK 合わせて18畳です。木々の借景が見えるリビングでお気に入りの空間です。隣家に挟まれた土地ですが、吹き抜けの窓のおかげで青空も見えます。ソファーは高野木工のレオというシリーズのもので13万円ほどで購入しました。ファブリックの温かみとすっきりとしたデザインがお気に入りです。テーブルはリセノで7万円ほどで購入したものです。多くの付き板でこたつとしても使えます。テレビ台はアデペシュで購入しました。床が多くの無垢床なので、家具もなるべく多くのもので統一しています。階段横には三角垂れ壁のデスクスペースがあり、その上にはパナソニックのモディファイの照明があります。リビングの吹き抜けから主寝室の室内窓や2階の廊下が見渡せて、開放感があり心地いい空間です。階段の手前には備え付けのデスクスペースがあります。上には雑誌や漫画などを収納しています。続いて2階をご紹介します。2階の廊下にもデスクスペースがあります。IKEA のピンナルプというキッチン用のワークトップにアイアンの足を自分たちでつけて作ったデスクです。2階からも吹き抜けの窓の借景や寝室の室内窓を見渡せます。リビングを見下ろせる眺めもお気に入りです。次に主寝室をご紹介します。主寝室は6畳のスペースでブルーグレーのアクセントクロスを貼っています。十字窓と緩やかな勾配天井がポイントです。照明は夫が一人暮らしの時から使っているモモナチュラルのペンダントライトを使用しています。主寝室の窓からも木々の眺めを楽しめるようにしています。主寝室には 2.5 畳のウォークインクローゼットを作りました。リネンのカーテンで仕切っており、小スペースと幻覚にもなっています。主寝室にも室内窓を作っています。こちらから
リビングを見渡せる眺めもお気に入りです。どの部屋からも空間のつながりを感じられる作りにしてもらいました。以上でルームツアーを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。インスタグラムにも写真をたくさん載せていますので、ぜひインスタグラムもご覧ください。よければいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。